皆さんは自分の頭の中にあるアイディアを実際に手で触れられる形にしたいと思ったことはありませんか？このガイドはそんな願いを叶える 3D プリンターという魔法の道具を使いこなすための冒険書です。高校生、大学生の皆さんがクリエイターとしての第一歩を踏み出すための地図をご用意しました。2025年現在、3D プリンターは専門家だけのものではなく、誰でも使える自分専用の工場へと進化しました。机の上の小さなスペースから、スマホスタンドのような日用品、趣味のフィギュア、さらには1日で建つ住宅までが生み出されています。さあ、あなたのデスクを工場に変えて、創造の旅を始めましょう。3D プリンターの基本原理は、積創造形、つまり足し算の作り方です。従来の工作が材料を削る、引き算だったのに対し、3D プリンターは薄い層を1枚ずつ積み重ねて形を作ります。この生物の成長のような仕組みにより、中が空洞の構造など、これまでの技術では不可能だった複雑な形も一体で作ることが可能になりました。家庭用 3D プリンターには、主に2つの魔法の流派があります。一つは、FDM 熱溶解積層方式。糸状のプラスチックを熱で溶かして積む、全自動グルーガンのような仕組みです。もう一つは、SLA 構造形方式。液体状の樹脂に紫外線を当てて、光で固めていく方法です。それぞれに異なる得意技があることを覚えておきましょう。自分にぴったりの相棒をどちらにするか、比較表で見てみましょう。FDM 方式は材料が安くて扱いやすく、頑丈なものを作れるので、初心者の最初の冒険に最適です。一方で SLA 方式は、表面が非常に滑らかで高精細な仕上がりが得られるため、フィギュアやアクセサリー作りを極めたい人に向いています。最初は安全面からも、FDM 方式をお勧めします。無数にある機種から選ぶポイントは、用途ミッション、予算、環境の3つです。用途、日用品を作りたいのか、精巧なモデルか。予算、本体は3万円台からありますが、材料費や PC のスペックも考慮しましょう。環境、可動音が静かなものや、高温部に触れない安全な囲い付きの構造かどうかも大切なチェックポイントです。3D プリントは、デジタルデータを物理世界に召喚する儀式です。手順はたったの5ステップ。設計図である地図を手に入れ、プリンターが理解できる呪文に翻訳し、材料や土台の裁断を整えて、プリント開始という呪文を唱えます。最後に完成した宝物を取り出し、仕上げをすれば完了です。各ステップを詳しく見ていきましょう。データはシンジバースなどで無料で手に入れるか、ティンカーカドというソフトで自作できます。次に、スライサーというソフトを使い、データを薄い層に分解してプリンターへの命令に変えます。土台の水平出しレベリングなどの準備ができたら、いよいよプリント開始。完成後はサポート材を丁寧に取り除き、ヤスリで磨けば美しい仕上がりになります。冒険にトラブルはつきものですが、それは失敗ではなく上達への学びです。実は、初心者がつまずく原因の9割は、1層目の密着不足にあります。もし、フィラメントが空中で絡まって、スパゲッティ状態になっても慌てないでください。設定を一つずつ変えて再挑戦することが、最強のクリエイターへの近道です。よく現れる魔物たちの倒し方を知っておきましょう。端が浮き上がる、反りの巨人には、土台を温める加熱ベッドや清掃が有効です。糸を引く、糸引き雲は、ノズル温度の調整で撃退できます。定着せずに麺の塊になる、スパゲッティモンスターは、土台の再調整や糊を使って足元を固めましょう。材料が出ない、つまり流には、定期的な清掃が必要です。優れた創造者になるためには、他人の作品への敬意を忘れてはいけません。個人や家庭内で楽しむためのプリントは許可されていますが、他人のデザインしたデータを無断で販売したり配布したりすることは禁止されています。ダウンロード時には、商用利用不可などのライセンス利用規約を必ず確認する習慣をつけましょう。おめでとうございます。このガイドを最後まで読んだあなたは、もう初心者ではありません。
魔法の仕組みを知り、相棒の選び方を学び、トラブルとの戦い方も身につけました。3D プリンターは、あなたの頭の中にある無限のアイディアを世界で一つの形にするためのツールです。さあ、あなたの伝説の物語を書き始めましょう。最後に、今日からできる、次のレベルへのクエストを提案します。まずはメーカーワールドなどのサイトで、好きなデータを一つダウンロードしてプリントしてみましょう。慣れてきたら、自分の名前を入れたチャームを自作したり、ゴムのような柔らかい素材など新しい材料に挑戦したりしてみてください。世界は、あなたのアイディアが形になるのを待っています。